今日のお買い得品、トピック3銘柄選定。まずはじめに、人生は誰と付き合うかで決まる。皆さん人間ネットワークで株式投資を行っている人いますか？投資をしていたり、税金に詳しい友達っていますか？アメリカの起業家、ジム・ロンはこんな名言を残しています。あなたが一緒に過ごす5人の平均があなたという人生になる。現初のスマートフォン、iPhone。これを作ったのはスティーブ・ジョブズ。これに相棒がいたんですよね。ユダヤ系のメカニックのオタク。ジョブズは将来性を感知、会社の創設を提案しました。スティーブ・ウォズニャックにですね、仲間だったんです。友達との違いっていうのは共通の目的があり、みんなで知識を高め合おう。もしくはこの人がいないと会社が成り立たないっていうような補完関係にあります。リアルな友達は一切いなくて、ずっと一人で突き進んでいます。僕も株をやっている教授の影響で投資っていうのを始めました。友達5人の平均っていうのは、地下の成功者を YouTuber で見ていたこと、リアルで友達になる必要っていうのはなくて、意識する上位5人を観察することで同じ効果があります。メンバーシップ100人超えてみんなで同じ方向に進む投資家が集団知能としてファンサイトとして機能する日も近いかもしれないですね。今回は人気シリーズ、価値確定、銘柄アルゴリズムの紹介を行っていきます。業績が良くても株価は下がったり、連動はしなくなりましたよね。結局は株価を動かすのは機関投資家の有権者なんです。機関投資家は YouTube や Twitter で情報拡散事務所っていうのが極秘で存在するんです。業績を見てみんなが買いたいかっていうのを予想するよりは、結局参加者がどっち方向に動かすの？人間の心理に直接アプローチした方が情報もシンプルで勝率も高いっていうことは分かったので、この動画シリーズが人気なんでしょうね。早速お得になっている銘柄を紹介していきましょう。9433。結論、すべての人が3900円に調整する。トヨタ KDDI の株を約2500億円で売却。電動化へ資金。トヨタ自動車は KDDI の株式およそ 14% を保有する大株主でしたが、このうちおよそ 3% 分を売却すると発表しました。これはあえてニュースで大々的に公開することで、KDDI の株価は3900円まで落とすから今も持ってる人は売りなよって公言してるわけです。トヨタが2500億円の開発資金を調達するために売却とあるんですけど、建前で実際はお金7兆9000億円の現金を持っているのに、安定した配当収入をなくしてまで売却する必要性っていうのは感じませんよね。僕たちが考えることはいくらまで下がってくるか、どのくらい保有すべきか、優待をもらった方がいいのか、アルゴリズムの設定を考察していきましょう。チャートでお得感。今検討すべきか。高配当と優待が豪華で有名な KDDI。6月は外国人の買いの影響で上昇トレンドで4550円まで上昇していました。7月28日にトヨタ KDDI を約2500億円で売却するというニュースが報じられて、8月28日まで実施する。3900円で売却されるので、市場に流通する株が増える。だから需要より供給が多くなるから株価は下落します。わざわざ下げるぞって言ってるのに買う機関投資家はいません。チャートは下がりトレンドを形成する流れです。今回いつも通り分析していくらで買えるのかを考察していきましょう。配当金総合、優待総合利回り。配当利回りは現時点でも 3.4%、4000円下回り、さらに利回りが向上することでしょう。利回り 3.4% は自分の年金で以前紹介した NTT をさらに上回ります。毎年 2% のインフレが生じていて、老後2000万円の問題で貯金できた安心している人も毎年4000円の資産が消失していっていることに大半の国民は知らないし、知られてはいけません。利回り 3.4% の凄さっていうのは2000万円運用した時に68万円差が開いていくので、知らない人って本当に残酷ですよね。配当履歴、安定性、気まぐれか記念配当の誤差ではないか、減配しないかっていう確認。この表では最近10年間の減配はなくて増配もしているので、減配の心配はありません。見ての通り、配当性志向が 40% を超えてきて、相場では高めと思うじゃないですか。実際は通信業界は原価率低いし、災害があったからといって国民がスマホを解約するっていうことではないので、非常に安定しています。人件費や工場の設備投資が必要な自動車銘柄が配当性志向 40% は高いですが、今回は原価率を踏まえると許容範囲内です。指揮法、株主構成、特定株、不動株。ここは興味深い。他のチャンネルでも説明がないので参考になると思います。KDDI は時価総額11位で超巨大企業ですが、見て驚いたのが実際に流通している株っていうのは 3.9% と少ない。ここで復習です。不動株とは僕たちが売却できる市場に流通している
株。特定株は企業の親族や役員が保有している市場に流通しない株。ちなみに特定株は非公開ではなくて、今回のトヨタ自動車のように売却することができます。不動株と特定株の数値を足しても 100% にこれならないじゃないですか。そう、残りが未公開株。これが分かるとチャートの予想が飛躍的に向上します。不動株が 3.9%。これは相場ですごく少ないです。これが少ないと流通している株が少ないため変動が激しくなります。不動株が少ないと値動きが激しくなる。KDDI のチャートを見て確認ができますね。一方で特定株が61% で、今回トヨタ自動車が 2.97% 売却するっていうことは不動株。つまり市場に 2.79% の株が流通し始めるっていうことかな。流通している株が増えると需要より供給量が増えるから株価が下落する。だから機関投資家も売却して損失を回避します。だからこういう流れ。ニュースで株の売却が報道されて下げトレンドになるとわざわざ真実に教えてくれているので、みんなおとなしく売却して向きを合わせるあうんの呼吸ができていますね。じゃあ3900円で値段設定すれば安く買えるんじゃないのって思いましたよね。そうはなりません。事前に買っておこうっていう皆さんみたいなフライングする人が出てきます。相場の終盤2500億円を一定間隔で売却されることを考慮すると、割安で高配当銘柄の KDDI 株、これをみんなおとなしく待ってるわけないじゃないですか。8月28日付近は需要が高くなるため株価は上昇する心理状況になります。いい業績内容、事業内容。時価総額ランキング11位で、指標はほとんど影響を与えませんが、一応分析していきましょう。PER12.9、ソフトバンクの 18.1 より利益率は高い。PBR1.7 倍。この指標は不景気の時に使われるので特に影響ない。ROE13、ソフトバンクの方が ROE はいいですけど、これは自己資本率を小さくしても数字は偽造できるので、変化率を見ていきましょう。横ばいで安定しています。結論、指標は全て正常。時価総額は9.01 兆円。株チャンネルを見て購入銘柄を選んでる人。こいつも結構聞き流してませんか？無駄に尺を稼ぐために話してるわけではないんですよ。KDDI の時価総額は9兆円とランキング11位だけど、不動株が 3.9% と解説したじゃないですか。結論、実際に流通する株は 3.9% の3500億円。そこに2500円の市場に増えるわけなんで、相当な下げ圧力が予想できます。しかし、有料企業で欲しい企業とか、投資家はそれ以上いると考えられます。なので価格の変動は相当受けるけど、トヨタ自動車が売却する3900円ぴったりでは購入できない。信用倍率変化。売りたい人より買いたいよっていう人が11倍多くなっている状態。信用取引は機関投資家は使わないので、個人投資家が今の株価をどう思ってるのかを読み取る数値になります。前回コメントを見て、株を借りる貸借銘柄の影響は考慮しないでいいかっていう指摘がありました。それはごく一部の人しか取引しないので、いちいち確認はしていません。それが多かれ少なかれチャートトレンドに影響しないからです。要は個人投資家の心理を確認するための指標確認なので、これだけでいいんです。倍率ではなく変化率、すなわち心の変化を見るんです。トヨタ自動車が株売却のお話をしたのが7月28日。ここから明らかに信用買いが増加していますね。ニュースを見て株価も下がってきてるから、お買い得だ、急げーっていう状態。4200円以上で買っているこの人たちは、もっと安くなるのに我慢できずに購入した。お前ら初心者投資家か正気かって僕は思います。結論、信用残高で確認できること、これは我慢できずに買ってる人が多い。分析第2段階、株価出来高。4月31日にまとまった売りが4188円で行われています。現在8月13日は4100円から反発していますが、下降トレンドに変わりはなく、8月4日の最安値更新してくるのがセオリーです。今回この動画を見てるだけでも200円以上安く、購入する構想ができるので、1000株以上だったらみんなより20万円以上購入ができるっていうこと、そういう人たちより。また安く購入できるから利回りが高くなって、価格が下がってもアルゴリズムの損切りラインに触れない可能性が高くなるので、勝率は向上します。では、株分析の最終段階、アルゴリズムの設定に行きましょう。注文価格設定、アルゴリズム設定の公開。直近の最安値、8月4日の4059円を下回るのが十分分かったので、4050円以下で購入できたらいいでしょうね。できれば3950円で買いたいんですけど、ここでは 100% 下げるっていう自信がないので、買えない場合期間損失になる。だから、一応4500円で予算の半分買っておいて、3950円で残りの全部の予算で購入すると良いです。4050円で購入したと仮定しましょう。これ、リライン、アルゴリズムの機能が使えないという方は、逆差し値付き通常を使用します。逆差し値に3000
686円と入力。トレーディング開始。つまりこの時点で上げても下げても儲かる 100% 勝ち確定のライン。これが4293円。アルゴリズムができない人は数字を指し値を4293円で入力。やっぱりアルゴリズムで利益を最大限まで引き伸ばしたいので、楽天証券の機能をお勧めします。利益確定ライン 3.5%。高値更新して 3.5%。ここでは150円下落したら下降トレンドになるかもしれないので、利益確定しときましょう。以上の設定は90日間、機械がね、完璧に監視してくれてるんで、僕みたいにゲームしても一輪車で毎日5キロ、6キロ走ってもパフォーマンスは変わりません。いかがでしたか？設定するだけで悩む過程っていうのは一切ない。人間悩んでる時間っていうのは行動できずに生産性ゼロの状態だから、悩むくらいだったら失敗して勉強しましょう。やったことの後悔なんて投資した金額以上損することなんてないから、僕は数ヶ月に1銘柄くらいしか失敗しない。僕も自動損切りなのでゴミみたいな金額なんですよね、それ。皆さんどんどん楽して知らない原始人投資家よりどんどん豊かになっていきましょう。アルペン3028。まず一言。株価が下落中。利回り 4.71% になってました。配当金は 2.62% なんですけど、アルペンに使える株主優待は割引券とは違って、お釣りも出るような金券扱いなので、自分は使わなくても現金同様に売れます。しかもメルカリで売っても不要品の売却っていうことなんで非課税になります。それを踏まえると 5% の配当銘柄と堂々と言っていいでしょうね。すでに僕が購入した銘柄でもあるからもう責任を持って解説します。チャートでお得、今検討すべきかっていうところ、ここに年間、これを見るとレンジ相場で1900円から2100円程度、今はこの下限値に達したのでピックアップしました。この銘柄は株価の動きがシンプルなので、アルゴリズムには最適です。定期的に仕込むのがいいでしょうね。仮に自分が買った瞬間に値上がりしなくても、優待と配当の時間でカバーできる。だから勝率が非常に高くなる。配当履歴、安定、気まぐれか、記念配当の誤差ではないか、減配しないかっていう確認。配当成功は 40% 近く、実店舗もあるから、財務的には注意すべきですね。一方で、前回解説して、一族経営で10年間安定配当なので、これまでの実績から誠意を見ると、心配はなさそうです。企業の貯金箱である配当金 9.3 年分あるので、配当は問題ないでしょう。前回のバカでも稼げる投資の本の要約でこの現金を見るっていうのは僕新しく採用してみました。配当実績に加えて何年分の貯金の根拠っていうのは勝率をさらに上げてくれることでしょうね。四股法株主構成特定株不動株。株主構成で特徴的なのは一族経営と未公株がないってこと。未公開株がないっていうことは買収される可能性があるっていうこと。これを阻止するためにも3つの一族の場合が 60% 以上欲しい必要がある。だから高い保有率となっています。なぜ株主構成を確認するのか。なんでこれを確認するかっていうと、理由は株価を操作するのは機関投資家で、大体指揮法の筆頭株主による仕掛けだから。それと株価への影響が大きいために、それがアルペンの個人会社になると社長の性格が反映されたりシンプルに読みやすくなるんですよね。不動株は 20% ほど。実情はほとんどが3つの一族が保有しているのが気になりますね。めったに売買しないので未公開株とか特定株の特性に類します。業績内容、PR とは皆さん覚えてますか？収益率のことで、今回はアルペン 17.2、基準は15とかみんな言うんですけど、3600銘柄全ての平均なので、これだと全然ね、わかりません。関連業界とか変化率を見た方が買い時の判断に寄与します。例えばこれを見てください。株価が下がったこと、利益が上がったこと、急激に収益率の PR が向上しています。このように急な変化には株価も後追いで上昇することが一般的です。つまり会社の評価資産と株価の関係です。株は儲けるため、投資のためにあるので1倍以上が通常です。1倍を下回ると適正な株価、評価がされていないということなので、割安と判定されています。今回アルペンは 0.6 倍なので割安判定。これは難しくて、分母の母数である自己資本を小さくすると数値をごまかすことができます。特に銀行は顧客からのお金を預かっているわけなので、負債にカウントされます。それがどうなるかっていうのは、分母の自己資本率、負債で小さくなります。その結果、ROE が低くなります。例えば、ヒロギンホールディングス7337は ROE が 2.4% ですごく悪く見えます。しかし実際はお客様からの扱ったお金で不動産の借金とはまた違うんですよね。このように事業にも ROE は大きく数値が異なるので、中級者向きの技術ですね。初心者でも確認できる方法は、単純に利益が悪くなっていないかを確認するだけでもほとんど勝率っていうのは変わらないでしょう。
時価総額は729億円。不動株が 20% ほどですが、3つの一族が大半を保有しているので、値動きしにくいチャートになります。これを踏まえてアルゴリズムを設定していきましょう。信用倍率の変化。これで個人投資家が安いから買ってるっていうのがわかります。この通り、8月11日の直近、さすがに安いでしょうって購入している人が通常の6倍増えました。みんなちゃんと見てますね。正当な反応で安心しています。株価分析第2段階、株価出来高から。今回はシンプルでしたね。指定株もないし、一族経営の会社なので単調になりがちだから、このままアルゴリズムの価格設定に行きましょう。皆さんは株を選定するとき自分で調べていますか？そんなめんどくさいこと意外とする必要はないんですよ。他人が調べたものを精査できる、勉強していると、自分で調べる必要はなく、ゲームや趣味に大半の時間を使うことができますからね。注文価格設定、アルゴリズム設定の公開。今回アラームの設定は必要ありません。週足チャートをご覧の通り、レンジ相場の下限値に達していて、PBR 指標を見てもかなり割安。配当利回り 4.7% 以上踏まえると、100株は今のところ買ってもいいでしょう。買った値段を1890円と仮定して算出しました。損切りラインは 9% 下落した1720円。この状況が分かっていたら絶対もっと安く買っていたでしょう。つまり予想外のことが起きてるので、この値段の時には早急に離脱しましょう。1720円ですよ。トレーディング、つまり自動運転開始値段は2003円。アルゴリズムができないっていう人は差し値で2003円。せっかくなのでアルゴリズムを使って利益を最大限まで引っ張っていきましょう。過去に解説した動画があります。利益確定ラインはチャートの最高値から70円下落した 3.5%。この値より小さいと揺さぶりで落とされたり、値が大きいと利益を縮小するっていう経験があるからこの値段です。はい、キリンホールディングス。選んだきっかけ、チャートでお得感、今検討すべきか。直近で株価が急落して優待を含めた利回りが 3.9% を超えていました。友達がいないので、プレゼントをいただくっていうのはすごく嬉しいんですよね。僕からして。銘柄を分析しようと思いました。飲料水業界では配当利回りが高い方で、知名度が高い割には割安なんですよね。皆さんいくらで買っていくらで儲けるか、出口まで考察していきましょう。配当履歴、業界の身近な企業として定期貯金と比較したら、利息 3.4% とすごく魅力的です。コロナショックで利益が減少した時でも配当成功を 90% にして維持を通しています。現在は利益率が改善して配当成功 40%、まだ少し高いですけど、交流の環境が改善してビールの売り上げが伸びると思うので、配当成功は多少下がるでしょうね。結論、配当金は心配ないでしょう。優待商品もあって、自社商品の詰め合わせ、ビール、飲料水、食事券。食事券1000円よりも還元率の高い飲料水がお得でしょうね。僕みたいにお酒を飲まなくても飲料水が選びます。指揮法、株主構成、特定株、不動株。株主構成を分析して、チャートがどのような動きをするかを調べていきましょう。特徴的なのは、市場に出回らない未公開株が 40% で非常に高いっていうこと。未公開株が多いとどうなるかって、キリンホールディングスの場合だったらメリットが2つあります。経営陣の影響力の維持。未公開株を保有することで経営陣や主要株主は企業の経営方針とか戦略に口出されるっていうことがなくなります。あとは市場に出回っている株を全て買い占めても買収することはできない。だから楽天モバイルとは対照的に資金に相当の余裕があるし、議決権っていうのも鉄壁の要塞です。あとは短期的な市場変動の影響の軽減。未公開株っていうのは市場での売買っていうのがだいぶ特殊で限られているんですよね。だから一般の投資家による短期的な売買による影響が軽減されます。これにより企業の株価が急激に変動するっていうのを防ぎます。で、僕たちの影響っていうのは流動性の低下が挙げられるんだけど、時価総額がなんとね、1兆6200億円あるので、チャートの動きが安定したものになり、規模が大きいため、流動性はむしろ大きい方ですよね。要するに、投資家はこれらの要因を考慮して企業の特性や市場環境を理解した上で投資判断を行う必要があります。機関投資家や身内である特定株の売却をしないとここまでの下落はないので計画的な売りでしょうね。この部分では指標はみんな説明しているんだけど、だから何ってなんとなく眺めてるだけっていう初心者投資家も多いので解説していきます。これが分かると相場に惑わされず自分の基準で売買できるようになります。儲ける方法は本で出回ってるんだけど、問題は自分の方法と本の手法が混ざって結局誰の手法になるんですよね。だから負ける、不損する。理科の実験と同じで対象物以外の条件は変えてはいけないんです。市場を挟むから負ける手法をやっているし、機関投資家に貢ぐっていう人になり下がります。株価収益率。何年分の利益で株価の値段になるか。13.9。
これは絶対値じゃなくて変化率、相対値で割安かを判断します。音楽で人間は音量の変化に敏感に設計されているので、これにもね、適用されるんですよね。音量に対しては鈍感で、意外と。PR を1年間のグラフで見ると、割安の判定です。関連業界のアサヒホールディングスの 17.5 と比較しても、知名度の割には割安。PBR が 1.5 倍、適正な値。ROE、資金効率が 10.5 って高いのは、高単価の医療事業が牽引してからでしょうね。時価総額は 1.6 兆円とても大きいですけど、市場に出回らない未公開株が 40% あるので、9700億円からさらに不動株を考慮するとチャートの動きは重くなるでしょうね。なので今回の急落は結構驚きました。信用倍率の変化。結論、投資家から割安と思って買ってる。安いぞ、急げっていう感じかな。信用買いが、暴落以前から高くなってきてるのは、この時点で割安と判定なのかなっていったところ、売り圧力が高くなる懸念もありそうだけど、チャートには影響ないレベル。チャート分析第2段階株価出来高から、指揮法で誰が市場にエントリーしてるかっていうのを考慮しましょう。7月28日、為替で株価が上がったけど、大きな出来高で機関投資家の売り抜けているのがわかりますね。逃げろってね、売っちまえ、初心者投資家になすりつけろ、2092円で。8月8日に急上昇して食いついてきた株価、投資家を翌日1997円で地獄に落としている。揺さぶりをかけて初心者投資家からむしり取ってる状態、かわいそうだな。これだけ大量に売ると機関投資家はバレないように密かに株を買い戻していく。ここから株価を上げて利益を出すために工作してくるから、僕たちもこれに便乗していきましょう。注文価格設定、アルゴリズムの設定、公開テンプレート、総合利回りが 3.9%、配当金の安定が確認、指標は安定している。株主構成から参加者を考察してチャートの動きも、信用残高で機関投資家に騙されて損失を被っている人がたくさんいるっていうこと。以上を踏まえてアルゴリズム設定、値段設定に行きましょう。購入の金額は2000円を下回っていれば今買ってもいいでしょう。僕もね、1900円台で購入しました。もっと下がるんだったら200株に買い増します。僕たちは1990円で購入したと仮定します。損切りラインは 9% 下落の1811円。これは保険で、どんな状況でも損失を 9% 以下に抑えること。精神的にも影響があるわけですから、考えなくていいって言うとパフォーマンスが上がりますよね。106% になったら配当金以上の含み益が出ているっていう状態なので、トレードの関心の値段を3109円に設定。最高値から74円下がったら利益の確定をします。これで価値確定ですね。今回は丁寧に説明したので、フルパワーで解説しました。3銘柄で目いっぱいです。アルゴリズムの値段設定だけだと味気ないし、皆さんも根拠を持って資産運用していきたいですよね。たくさんお買い得な銘柄があって、もっと説明していきたいです。おまけ。とにかく最初の一歩を踏み出そう。大学生の時、教授にした質問で今の私がある。皆さんも人生が変わる。そういう質問があります。結局、運命の歯車っていうのは自分で回す手動式なんですよね。僕の買い方っていうのは、未来を予想しない、現時点で買うか買わないかっていうスタンスを取ってるから迷わない。3年間専業で 20% 以上の利益を出している。自分を信じてくれる人が、儲かればいいなと思っていて、他のチャンネルを分析して、この動画を試験的に作ってね、かなりこの価値確定シリーズが人気でした。決算が良かったからって言ってね、単純に上がることではないっていうのは、中堅の投資家さんには経験あるでしょう。結局は人間のイメージによって価格が決まる。だから心理学とシンプルなテクニカル分析に移行したんですよね。決算が出てチャンネルに取り上げられている銘柄っていうのはすでに織り込み済み。それかできるような動き、自分が予想できないものになるから、投資というよりはギャンブルとか確実性に欠けるんですよね。投資、チャンネルで紹介される銘柄は調べる必要っていうのはなくて、買う時に不安になるのは未来が見えてないから、リスクを管理できていないからなんですよ。投資初心者は投資チャンネルで紹介された銘柄を片っ端に買ったね、買い増しできない状態になってもういっぱいいっぱいで、それで急落で小さな利益を積み重ねてきたのに全部吹っ飛ばすっていう。つまりリスクのコントロールができていない。自分でも分かっていないから怖い。当たり前。何回も株価を確認するっていう行動になっていくんです。そんな不安な状況で適切な判断は私はね、できかねますし、みんなもできないんだろうなと思います。なのでこのチャンネルは株を購入する勇気を与えて、自信を持ってね、機関投資家が実際に買っているかっていう、確証はね、どうでもよくて、結局仮説を立ててるか、宝くじじゃない確率 50% 以上のこれを徹底している。今日もビジネスとお金について考える投資のすすめ YouTube チャンネルです。当チャンネルはパパに株の情報を教えて家賃を免除してもらうチャンネルです。みんなもお金を増やす感覚をつかんで大切な人を幸せにするために強くなっていきましょう。それでは皆さん遊びも仕事も全力で楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。次回の動画でお目にかかりましょう。それではごきげんよう。